はい、こんにちは。ネイチャーブロッチです。今日はですね、このね、白樺の樹皮でナイフのシースを作る。しかもね、この腰に下げられるシースを作るっていうのをやっていきたいというふうに思います。はい。で、前回の動画で、このモーラナイフのカービングナイフのね、こうしたシースも作ったんですけれども、これはもうほんとブレードの部分だけなんですよ。ね。こうした感じのブレードの部分だけなんですね。で、しかもなんですけれども、これって、こんな形なんですね。こういう形なんですよ。結局一枚ものをこういう風にやってるんですね。こういう風にね。そして、こういう風に巻きつけてってるんですけれども、でも結局ここまでのシースを作ろうとすると、あの、この分の、結局この分の4倍必要ってことになってくるんですね。なので、これどうしたらいいかなっていうふうに思って、YouTube のいろんな動画を見てたんですけれども、ブッシュクラフトの、なんていうのかな、神様的存在というね、モース・コハンスキーさんのビデオがあったので、そちらを参考にして作ってみたんですね。で、一応それ以前にも、こんな感じで結構作ってるんですよ。これ一番最初に作ったんですけど、この次に作ったんですけど、これは、このモーラナイフ510の、このプラスチックのシースの、ここを切って、で、この中に入れて、ちょっと中子にしてやってみたんですね。でもなんかちょっとダサいなと。っていうんで、次作ったのが、これなんですよ。これ。でもこれね、よいしょ。こういう風に見てもらうとわかると思うんですけど、どうでしょうこの中映りますかね。こんな感じで、木で、ちょっと中子を作ってるんですよ。でもそれって、結構しっかりしてていいんですけれども、安全でね。でもここまでやってると結構面倒なんですね。なので、この次に作ったやつが、はい、これとこれなんですね。どうでしょう。こんな感じです。はい。こんな感じなんですね。で、これはもう白樺の樹皮だけで作ってるんですね。中に何にもないんですよ。何にもないんです。なので、もうさっと入れておいて、しかも落ちないと。全く。全く落ちないと。こんな感じで。なので、これが非常にスマートでいいんで、今回これを作ってきます。はい。それでは作っていきますね。まずこのブレードがちょっと危ないんで、ブレードをマスキングテープで養生していきます。OK ですね。で、なんですけど、どこまで入れるかなんですね、これね。どこまで入れたいか。で、これは長さを測ってみると、そうですね、このベアリングまでにするかな。そうすると、14センチぐらいかな。14センチぐらい。14.5にするか。ね。よし。14.5ってことで決めていきましょう。で、あと、あれですよ、幅ですよね、このね。これ作った時は、この幅は、35ミリ。35ミリにしてやってますね。これはちょっと膨らんでるのでどうしようか。40にするか。うん。40にしてやってみましょうか。OK です。どのぐらい余裕を持たして、キチキチに入れんの？キチキチに、この幅キチキチにしたい場合はね、自分で、大体これぐらいかな。大体でいいと思うんですよ、こんなのは。なので、今回40で、40の14.5ってことでやっていきますね。よいしょ。最近寒いのでね、ここは私の部屋でやってます。40。はい。
目が老眼でね、もうね。ナイフのシースなんですけど、やっぱ革のね、シースあるじゃないですか。こんな感じのやつ。ね、これかっこよくてね、すごくいいんですけど、これちょっと私自分で作る自信がないんですよ。で、あと面倒だと思うんで、で、まあ、ずっと買ってたんですけど、やっぱりね、白樺のやつを作ってみたら、お、これ手軽にできてかっこいいじゃんってことで、もう最近ね、もうずっとこれでやってますね、ほんと。なのでね、ずっと写ってるやつは、これ使ってると思うんですけど、今ちょっと余談でした。よし。で、これ 14.5 入れるって言ったんで、その倍必要なんですね。なので29センチですか。ね。で、29センチのやつを2本。2本使います。これが何センチなんでしょうか。うん。じゃあ29はここでってことでね。だいたいこの辺りということで。よっ。で、こいつをもう一本作るわけですね。はい、こんな感じでね、こんな感じでカットしました。で、これをね、半分に折っていきます。よっ。こんな感じですか。そして、あとは、こんな感じですね。で、これをこうしますね。半分に折ったやつをこういうふうにすると。そして、まあ、もう一回やります。もう一回ね、もうちょっと長いやつ切りますけど、これを半分に折ったやつを、こういうふうに差し込むわけですね。こういうふうにね。それで、長さの分を、要するに補うっていうわけですね。はい。もう一枚切りましたね。で、これを、そうですね。ゆっくりやりますね。こう開いておいて、こう入れるんですね。こういうふうにね。こういうふうに。こんな感じで。こんな感じで入れるわけですね。こういうふうにね。わかりますかね。だからこうなってるわけです。これで、結局足りない分を補ってるわけですよ。そしてこのね、一枚もんで作るやつの。まあ意味わかりますよね、これね。こんな感じです。ね、で、この状態にしておいて、ナイフをセットして、こんな感じかな。こんな感じで。やっておいて、で、順々に巻いていくと。順々に巻いていくとね。はい、そんな感じになります。で、次なんですけれども、この上部は、これぐらい太いやつで1周ぐらい、だいたい1周ぐらい巻いておきます。よいしょ。よよいしょ。まあ、こんな感じかな。だいたいこんなもんかな。よし。こんな感じですかね。こうね。大体これぐらいのやつでぐるっと一旦巻いておくということですね。はい。まずね、これぐらいの幅のやつをここにぐるっと一周巻きつけたんですけど、でこれで、まあ、次からはね、大体これぐらいの幅のやつでぐるぐる巻きつけていくんですが、
ここのとこちょっと持ってないと、ちょっと外れてしまうので、輪ゴムみたいので、やっておくといいかなっていうふうに思いますよ。こんな感じかな。一応この段階で、はい、蒸し出しましょうか。どうでしょうかね。はい、こんな感じですね。こんな感じです。はい。じゃあ続けてやっていきますね。で、この状態から、こういうふうに巻きつけていくんですけれども、ね。まあ、結局これの巻きつけ方はもう、これと一緒ですよね。これと一緒です。うん。中、中、外、外、中、中、外、外って感じですね。でもこれ何回かやっててもね、ずっとやっていくと、あれってことになるんですよ。大体。大体なるんです。本当に。なので、慎重に。慎重にやっていきます。中で、中と。こんな感じかな。もう一周ぐらい巻いとこうかな。ほんとこね。いろんなので。こんな感じでいきましょうか。ね。ここもちょっとこう上に巻いといて。もうちょっときつくやるかな。よし。次からにしようか。で、少し角度つけといて、こんな感じで。ギュッ、ギュッと。もっと詰められるな。あ、そうそう。で、これのいいところは、ここのとこ空いてるんで、そう、結構楽なんですよ。こんな感じでできるから。こっちのやつだと、ね、こういう風に一体型になってるんで、もうほんとやり出すと、もう結構、巻き込むのが大変なんですけど、これだと、そうですね、こんな感じでできるので、結構締めやすいというか、うん。で、今度は、ね、こんな感じでね、こういうふうに、よっ、できるわけですね、こんな感じで。でそしたら、外側か。でも、結局足りなくなっちゃったんで、もうここでカットするしかないですね、これね。ここでカットするしかないです。で、もう一本必要ですね、これね。はい、途中で切っちゃったんでね、内側で継ぎ足していきます。もう一回、これを、ここにね、一応こんな感じで継ぎ足していくと。で、ひたすら継ぎ足していくと。
これちょっと暑いんで、今ちょっとね、冬なんで、結構無理してやるとパキンっていきそうなので、剥がしてもいいんですけど、剥がしちゃおうか。剥がれますね。ほらほら。ほら。わかります？こんな感じで。避けるんだ。そう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 。それがね、白樺のいいとこなんですよ。ほら、こんな薄いの。ほら。よいしょ。いいですね、こんな感じで。しかもちょっと温めておきますかね。ここにちょっとヒーターあるんですけど、ちょっと温めていきます。いいですね。ぐにゃぐにゃになった。ほら、こんなに。そんなに簡単になるんだ。なるんですね。ほんと、ここにちょっと節があるな。ちょっと厚めなんで少し剥いとこうか、こんな感じで。ね。どうでしょう。ちょっとこっちが厚いかな。ほら。いい感じになった。ほらほら。ね。いい感じになってきましたよ。よし。じゃあ、引き続き。ここが切れてる。いいや。ちょうどね、ここ、きっと、おそらく節なんですね。今回はちょっと、あまり気にせず、いっちゃいましょうか。ね。こっちかな？こっちだったかな？こっちだな。なので、わかりますかね？もうここで終わってるんで、こんな感じで継ぎ足していくわけですね、こうやってね。よいしょ。そして、また内側ですね。内側として。内側。次は、外側ですね。外側と、こんな感じで。もう、ここ行くまでは、もうこの繰り返しです。はい。これでね、大体、そうですね、半分ぐらい完成なんですけれども、ここまでね、ずーっと巻いてったんですね。こんな感じでね。ずーっと巻いてったんです。で、都合ね、大体、そうですね、この長さの、3本使ったかな。大体3本ぐらい使いました。で、この後なんですけど、これでもいいっちゃいいんですけど、ちょっとね、これが外れちゃうとあれなんで、ちょっとここも格好悪いんで、一応さらに、こんな感じでね、なんていうか、おしめというか、そんな形のやつを入れていきますね。ちょっと熱いな。少し抜くか。いいな。ちょっと温めるか。よいしょ。
どうですかね、これでね。まあ、これで大体ね、この辺もすっきりしたと思うんですね、これね。こんな感じで。はい、こんな感じです。で、まあ、通常仕様だったら、もうこれで十分ですね。もうこれで十分です。もう全然落ちないですね。全然落ちないです。で、ここから今度、このベルトループですね。まあ、これつけていきます。はい。で、なんですけど、ベルトループをどれぐらい取るかなんですよね。こっちのやつは若干長めに取ってあって、で、こっちは結構タイトめに作ったんですけど、ちょっと長めに取ってみましょうか。これが、だいたい、10センチぐらいか。10センチぐらいでいいか。まあ、切ってみましょうか、これはね。どの幅でやるか。この幅でいいかな。30ミリでいいか。だいたい。こんな感じか。で、10センチぐらいか。だいたいこんなもんか。ね。よっ。全部使っちゃうよかな。こんな感じで。よし。で、なんですが、初めてこれを剥がして、途中で失敗しているかもしれない。ほら。で、目がなんかちょっと変ですよね。ね、ここね。本当だ。まあそういうのもちょっと気にしないでいきましょう。で、まあ、こんな形。こっちが、そっか、こうか。こんな形か。こんな形でやっていくのかな。ね。どうでしょうかね。こんな形ですかね。どうでしょう。こんな形で。で、こうやって巻いていくわけですね。はい。こんな感じでね、このね、ベルトシース部分を、巻きつけました。で、当然これだと、引っ張れば抜けてしまうので、ここに、これぐらいの短いやつ、こんな感じですよね。でこんな感じのやつを、挿入しといて、で、そうすれば、引っ張っても抜けないよと。っていうことですね。なので、それをやっていきます。どれがいいかな。もうこれなんかどれでもいいんだけどね、はっきり言って。こんな感じですかね。こんな感じでストッパーというんですかね。これをここに入れていくと。こんな感じですね。でこれで引っ張っても抜けないということですね。なんかちょっとここのところがなんだけど、まあいいでしょう。ぎゅーっと引っ張ってあげれば、ね、こんな感じで。で、この出っ張った部分をカットしますか。よし。OK です。できました。で、これで外してあげると。これで入れてあげます。よいしょ。もうきついんで全然抜けませんよね。こうやってね。全然抜けないです。はい、こんな感じです。完成です。はい、じゃあちょっとせっかくなんでね、ベルトに装着していきますよ。よっ。
こんな感じでね。どうですか？いいじゃないですか。ね。いいですよね。かっこいいですよね、これね。よいしょ。こんな感じで。ほんで、シュッとね、こうね。こんな感じです。はい。はい。こんな感じでね、完成しました。で、白樺の樹皮のシースっていうのはね、もう比較的、もう簡単にできますんで、だから白樺の樹皮と、それからハサミ、あるいはカッターぐらいがあれば、もう簡単にできますんでね、ぜひぜひ作ってみてください。それでは、